だから情熱的にも聞こえるし、ものすごく感情的にも聞こえるし、で、ここではですね、また声の音色を多少変えています。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、嵐二宮和也虹、こちらのオーディオを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回はですね、二宮くんの歌声の素晴らしいところたくさん発見できたので、ぜひ最後まで動画お付き合いいただき、そして内容を気に入ってくださった方はですね、チャンネル登録、高評価、そしてハイプもですね、よろしくお願いします。それでは早速、嵐二宮和也虹歌声分析 GO!いいね。たまらない声ですね。めちゃくちゃ優しい声。この声のですね、響きのバランス、音色バランスですね。主に鼻の中のですね、鼻腔共鳴っていう音色が中心の歌声です。歌声を鼻の中にたくさん送るような声の出し方なんですよね。そうすることによって歌声に優しい雰囲気だったり温かい雰囲気が乗ってきます。そしてここで使っているテクニックがですね、歌声に息の音を混ぜるウィスパーボイスっていうテクニックを使ってます。この2つの組み合わせにより耳元でそっとささやいているような歌声になるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いつもそうよ、すねると君はいつもそうよ、すねるときは、こんな感じですよね。ただ二宮君はもうちょっと声量を落とした感じで歌ってるかもしれないです。もう本当に耳元でこうそっと大事に優しく思いを伝えてるような、そんな雰囲気がしますよね。私の大事なものを隠すでしょう。最後の隠すでしょうのところで少しだけ喉の奥をですね、広げています。その体の使い方をすることによって歌声がちょっとだけたくましい雰囲気になって、なおかつ力強い思いを乗せているっていう雰囲気になってますよね。もう一回聞いてみましょう。私の大事なものを隠すでしょう。でここで使ってる細かく揺れるビブラート、ちりめんビブラートがですね、ものすごくいい雰囲気を作り出してますよね。悲しい時に声が震える、そういった感情を表現してるというか、いやめちゃくちゃ染みますね。その場所は決まって同じだからすごいいい。決まって同じだからってこうぐっと声量を上げてますよね。最初はささやくように、後半はさらに力強くっていう、この音量が徐々に大きくなっていく流れをクレッシェンドって言うんですけど、徐々に徐々に感情が高ぶっていくっていう表現になってます。もう一回聞いてみましょう。その場所は決まって同じだからたまらない。良すぎますね。素晴らしいです。その場所はで息継ぎ、決まって同じだから、こんな感じですよね。うわー、もうどんどん引き込まれちゃう二宮くんの声に。この音量の強弱、ダイナミクスって言うんですけど、これがですね、最高すぎますよね。人間が持っている感情の起伏をリアルに歌声で体現しているというか、もう鳥肌が止まりません。今日は先にいて待ってみるわ。で今の待ってみるわっていうところでぐっと声を押しつぶしたような、なんかこらえてるような歌声表現かなっていうふうに思うんですよね。今日は先にいて待ってみるわみたいな。僕はちょっと今大げさにやりましたけど、この本心をこらえているような感情表現に僕はね、もう序盤ですけど涙腺がちょっと緩んできてます。もう一回聞いてみましょう。だから今日は先に
いて待ってみるわ。もうやばいね。これは泣かない自信がないです。今回は素晴らしすぎますね。季節たちがいいね。夕日を連れてきて、今のフレーズはですね、前半も後半もそうなんですけど、最初は強く、後半は優しくっていう風に、先ほど説明したクレッシェンドとは逆バージョンですよね。デクレッシェンドっていうテクニックを使ってます。テクニックっていうか表現方法。この消え去っていくような歌声の流れがですね、ものすごく儚いですよね。ごめんなさいね。感動しちゃって。もう一回聞いてみましょう。季節たちが夕日を連れてきて、もうやばいね。もうやばいです。やばいです。季節たちが夕日を連れてきて、こんな感じですよね。めちゃくちゃいい歌。前半は力強い地声でガンとインパクトのある歌声で、後半になった時に A メロで説明した歌声にしているんですよ。いやもう表現方法も神がかってますよね。影が私を見つけて伸びる。でここでは口をですね大きく広げて歌っているんじゃないかなっていうふうに推測します。言葉一つ一つの輪郭がですねものすごく綺麗に聞こえているポイントかなっていうふうに思うんですけど、それはですね口を大きく開けることによって声の音色にですねうっすらと明るい音色が混ざっているんですよね。口角の動きによって声の音色って大きく変わるんですけど、それがものすごく分かりやすい形で出ているポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。影が私を見つけて伸びる。で最後のロングトーンのちりめんビブラートがすごく余韻を感じさせてくれますよね。影が私を見つけて伸びる。こんな感じかな。いや歌声も素晴らしすぎるんですけど、声を使った感情表現もですねものすごいですよね。さっきも言ったかもしれないですけど、もうぐいぐいと歌の世界に引き込まれていきますよね。びっくりした顔で柔らかい。私を見つめては、でこのサビの部分では全体的に先ほどと同じように口をですね大きく開けて歌詞の持つストーリー性をはっきりとさせているような歌い方かなっていうふうに思います。で最初の裏声すごく素敵ですね。もう一回聞いてみましょう。びっくりした顔で私を見つめては、いい、すごくいい。びっくりした顔で、こんな感じですよね。ここのフレーズめちゃくちゃ好きだな。でこの後のフレーズでまた口を大きく広げた歌い方にしてるんですよね。私を見つめてはみたいな、もうちょっと口の中の音色が強いかな。口の中は口腔共鳴って言うんですけど、表現力が素晴らしすぎて声の音色についての説明を忘れていました。ごめんなさい。このはっきりとした力強い声の音色はですね、A メロで説明した鼻の中の鼻腔共鳴の音色を少し落として口の中の口腔共鳴っていうところの音色を増やしたような歌声になってます。口の中はですね主に言葉の輪郭をはっきりさせたり、あとは先ほど口を大きく広げたとか喉の奥を広げたっていう時に説明したと思うんですけど、声の音色をですね多少コントロールすることができます。声の音色のメインのコントロールは鼻の中の鼻腔共鳴なんですよね。なので2箇所の声の音色をコントロールして歌声作りをしているんですよ、二宮くん。素晴らしいですよね。急に口とがうん。ぷいっとそっと見るの。いい。でここは全体的に声量を少し落として優しくふわっと歌ってるような感じになってますよね。この表現をできる声質コントロールが素晴らしいっていうのもあるんですけど、僕が推測するにやっぱりこの歌声で表現する世界観のイメージ力っていうんですかね。こういった映像を思い浮かべてほしいからこういう風な歌声を表現するみたいな、多分そういった能力がですね
神がかってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。歌が上手いだけの表現力じゃないように聞こえます。もう一回聞いてみましょう。急に口とがらせぷいっとそっと見るのなんか大切な人に自分の気持ちを手紙を読みながら伝えるみたいな、なんかそういった雰囲気を感じるんですよね。結婚式の両親への挨拶に近いような雰囲気というか、ものすごく言葉一つ一つに思いが込められてると思うんですよね。ごめんねと言うとじゃあこっちに来てよと声のパワー感のこの押して弾いても素晴らしいですよね。力強くグーってこう押し出すように歌ったかと思ったら、ふわっとした声で一瞬にしてふっと後ろに弾くようなこの前後を使った距離感というか、もう一回聞いてみましょう。ごめんねと言うとほら、じゃあこっちに来てよと前に行って裏声で弾いてまた前に行ってそのまま押し続けるみたいな表現方法だったと思うんですけど、やっぱこういった音量を使っての表現って人の心に刺さるんですよね。世界的に支持される表現方法かなっていうふうに思います。で、日本はですね、どちらかというと感情の強い弱いを音程の高低、要は高い音域低い音域で表現することが多いんですよ。特にこういう音源はね。でも世界基準で言ったら先ほど言ったように音量の強弱、こちらで感情表現することが多いので、二宮くんの表現力はですね、まさに世界基準っていう感じだと思います。ねえほら見て見て影が重なったいい影が重なったの他のあたりかな。影が重なったここですね。ここでしゃくりっていうテクニックを使ってるんですけど、目的の音に対してちょっと低い音から入ってグッと音をしゃくり上げるようなテクニック。このしゃくるスピードをですね、あえてゆっくり歌ってるんですよね。ここはね、ものすごく儚い。もう一回聞いてみましょう。ねえほら見て見て影が重なったほら。たーってなってますよね。ここがいいですよね。ただただ素晴らしいですね。傘がぶつかりまっすぐ歩けないで、今うっすらなんですけど、バックのサウンドの方でリズムが入ってきてるんですよね。多分ボンゴっていうこういうやつだと思うんですけど、そのリズムが入ってきたことによって二宮くんは歌い方を多少変えてるんですよね。リズムの取り方を変えてるっていうか、タン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 、このリズムでですね歌ってるポイントになります。声の使い方としては1番で解説した内容と一緒かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。傘がぶつかりまっすぐ歩けないこれ多分リズムをタン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 で取って聞いてみると、二宮くんの歌のメロディーとですねしっくりくると思うんですよね。ララララララではなくてララララララっていう風にちょっと躍動感が1番よりも増えたような雰囲気になってると思うんですけど、リズムの取り方でここまで歌の雰囲気って変わってきます。そんな私を見て笑っているので、今途中からですけどこうやってリズム叩いてみたんですけど、しっくり感じた方多いと思うんですよね。もし二宮くんだったり嵐のメンバーがですね、この曲どういうリズムの取り方で歌ってるんだろうっていう風に思った方はですね、実際にリズムを取って確認してみると分かりやすいと思います。もう一回そこに注目して聞いてみましょう。そんな私を見て笑っているのね、ピタッと合ってる感じがすると思うんですよね。こういう風に声の出し方とかもすごい重要なんですけど、それと同じあるいはそれ以上にリズムの取り方ってものすごく重要になってきます。今まで歌っていてなんかうまく歌えないんだよな練習してもって思ってる曲があるとしたら、試しにですねカラオケとか行った時にリズムをしっかりと取りながら歌ってみてください。それだけで今までできなかったことが解消されるパターンとかもよくあるのでおすすめです。私もやって見せてあげるの
ここも基本的には声の使い方はですね1番と一緒なんですけど、最初のわ、ここでですねものすごく口を開いて歌っていて、後半になるにつれて口をですねあまり動かさないような歌い方にしているんじゃないかなっていうふうに思います。言葉の存在感がですね後半に行けば行くほど徐々にこう小さくなってるような雰囲気を感じました。もう一回確認してみましょう。私もやって見せてあげるの。前半の声がキラキラというふうに輝いているように感じて、後半は寂しいような雰囲気、これが2回続くような感じになってると思うんですけど、これはですね口の大きさで作り上げてる雰囲気だと思います。私もやってみたいな、こういった雰囲気ですよね、二宮くんの歌声。ここまで口の大きさで声の音色って変わります。これもおすすめなのでぜひやってみてください。同じように口を尖らす。いい。やっぱり二宮くんのちりめんビブラート、僕ねすごく好きですね。ガガ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 って揺れるような細かいんだけど力強いビブラートじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいですよね。そして今のところはですね全体的に口は大きく開いて歌ってるかなって思います。もう一回聞いてみましょう。同じように口を尖らす。かっこいいね。これがすごいですよね、二宮くんの歌。先ほどから何回も言ってるかもしれないんですけど、音の強弱、抑揚がで A メロ B メロサビみたいな感じで、その抑揚がですね A メロからサビに曲が進んでいく中で徐々にこう増えているんですよね。だから気づいたら二宮くんの歌声の世界観にですね浸ってるような感じになるんですよ。素晴らしすぎます。優しく笑う君があ、この時間が空間が1番では裏声で歌っていたポイントが2番では地声で歌うっていう感じなんですね。この力強さやばくないですか？先ほど抑揚の話をした後なんですけど、ここでは強い歌声一本って感じですよね。だから情熱的にも聞こえるし、ものすごく感情的にも聞こえるし、でここではですねまた声の音色を多少変えています。肺の中のですね胸腔共鳴って言われる音色がかなり強くなってきてます。それと先ほど説明した口の口腔共鳴ですね、鼻腔共鳴はすごく少なくなってるかなって思います。メインが胸腔、そして口腔、力強い歌声、それでいて言葉がですねものすごくはっきり聞こえてますよね。で全体的に子音を強く発音してる歌い方なんじゃないかなって思います。確認してみましょう。優しく笑う君がこの時間が空間がこの時間が空間がのところで子音のアタック音がですねものすごく出てるんですよ。なのでやっぱりそうですよね、子音を強く出して言葉の存在感をですねものすごく強く表現しています。泣きたくなるくらい一番大事なものだよ。いい、大事なものだよってあたりでウィスパーボイスを使うことによって一つのシーンが締めくくられましたっていうような感情表現ですよね。いやー、表現の天才ですね、二宮くんは。やっぱり演技とかそういった経験がないとこの歌い方はできないんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、ボイストレーニングだったり歌のみを頑張れば頑張るほど表現力って平面的な感じになっていくと思うんですよ。100% ではないですけどね。ただそこに感情を乗せるっていうことができてくると歌の表現力って立体的になっていくんですよね。だから僕の中の持論として歌っていうのは日常会話の延長線上にあるべきものだっていうふうに思っています。いくら歌が上手くても歌で聴いてくださる方とコミュニケーションが取れなければそれは歌としての役割を全く果たしていないっていうことになると思うので、その理想形ですね、二宮くんの今回の歌声。もう一回聞いてみましょう。泣きたくなるくらい一番大事なものだよ。ものだよのウィスパーボイスのところで鼻に声を全部入れてるみたいな歌い方です。素晴らしすぎますね。わざと尖らせてる私にごめんねの
最後のロングトーンのところのフォール聞きましたか？フォールって音をあーっていう風に投げ捨てるテクニックなんですけど、ラーララーラー、ここです。ここめちゃくちゃかっこよかったですよね。でここでは口をですね、先ほどよりもあまり開いていないんですよね。口角を上げずに歌っているというか、だから全体的な雰囲気としてはですね、喜怒哀楽でいうところの愛、悲しみっていう感じだと思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、かっこいいですよね。さっきも言ったかもなんですけど、顔の表情筋の動きによって全然声の音色、こちらも変わってきます。口を大きく開かなかったら当然表情も動かないので、明るい音色っていうのが歌声からなくなっていくんですよね。そうなると声ってすごく悲しいとか寂しいっていう雰囲気になってくるんですけど、この口の大きさでここまで大きく雰囲気を変えてくる二宮くん、本当にすごいですね。素晴らしい。でここで声を飛ばすイメージをですね、後ろにこうクッと引くようなイメージで歌って柔らかい声を作り出してるんですよ。声をどの方向に飛ばすか、このイメージによっても歌声ってだいぶ変わってきます。前方向だと力強い声で、自分のこう顔をですね横に向いた時に分度器としてイメージしてもらって、0度が今言ったように力強い声で、180度に向かうにつれて歌声がどんどん柔らかくなっていきます。この性質もですねうまく使ってるんですよ。もう一回聞いてみましょう。でこのロングトーンの部分が徐々に音量が小さくなっていってフェードアウトしていくっていう歌い方もですね本当に素晴らしい。この C メロの部分は全体的に躍動感を感じますよね。リズム的なバウンド感というか、少しだけスタッカートを入れて歌ってるような感じがしますね。スタッカートっていうのは音を切るテクニックなんですけど、もう一回聞いてみましょう。まあ音を切るって言ってもそこまで激しい感じではないんですけど、これからはちょっとみたいなさりげない感じの音の切り方、そして子音も強めに出しているって感じですね。口はほとんど動かしてないです。いいね。あ、ここもしかして長いロングトーンが来るのかな。変なところで止めちゃいました。ごめんなさい。ただね、この力強い歌声の徐々に盛り上がってる感じがですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。最後のロングトーンのところだけ聞いてみようかな。あ、すごいね。力強くグッていって、またここでもフェードアウトみたいな歌い方を作ってるんですね。いや本当に抑揚の表現の仕方がですね神がかってますね。で次は大サビが来るのかな。C メロの抑揚の凄さをですねそのまま引き継いだかのような最後の大サビですよね。もう感情が 120% 歌声に込められているような雰囲気を感じます。バックにゴスペル隊とかがいたらものすごく感動しちゃうんだろうなっていう風にね、そんなイメージすらさせてくれる素晴らしい大サビかと思います。いいねいいね。好きだよの後にフレーズが来るかと思ったら、そこは歌わずにちょっとリズム的に遅れた位置でメロディーが入ってくるっていうこの流れ、一瞬あれって思っちゃったメロディー来ないのって思っちゃった後に来た時の安心感やばいですね。もう一回聞いてみましょう。いい、すごくいい流れですね。最後の大サビでこうやってリズムを変えてくるっていうのもねいいですね。たまには聞き
ほらね、またこうフェードアウトが始まってきてるじゃないですか。ここでまた後ろに引いてるんですよね、声を出す時の息の量だったり音色ポイントっていうのは変えていないんですよ。だから声質が大きく変わるっていう感じはないじゃないですか。ちょっとウィスパーボイスが入ってきてるかなっていう感じの変化はありますけど、その声をですね、最後の最後で後ろに引いたイメージで歌うことによってこの柔らかい感じに変えてるんですよね。これ声のイメージをですね、前方向にすると先ほど聞いたサビの歌声になるんですよ。もう一回聞いてみましょう。たまには聞きたいな、今日は私と君が。もう言葉がないです。なんか、今回はね、二宮くんのソロの楽曲ですけど、嵐の曲の歌声分析をすると、やっぱ最後の大サビになってくるともう言葉がないっていう風な気持ちにさせてもらえるんですよね。もう心の中でもう大満足しているっていう証拠だと思うんですけど、本当にどの曲も素晴らし名字を重ねた日、い。いい。愛が芽吹いた日。裏声が素敵でしたね。てか最後の歌詞を聞いて思ったんですけど、ウェディングソングなのかな、二宮くんの虹は。なんか今の歌詞のワードが結婚を連想させるようなワードだったかなっていうふうに思うんですけど、もう一回聞いてみましょ名字を重ねた日、愛が芽吹いた日。う。やっぱそうですよね。名字を重ねたっていうことは同じ名字になったってことですよね。なるほどね。この曲が結婚式で流れたら確実に号泣する自信ありますよ、僕は。オーディオを聞いただけでね、もう一番で泣いちゃったぐらいですから。いやー、素晴らしすぎますね。ああ、こういうことね。いいね。ライブ映えするね。みんなで歌えるポイントがあるっていうのもすごくね、いいですよね。一緒に歌えるポイントっていう風に思っちゃいますもんね。なるほど。消えるんだ。でもライブとかではここも歌ってみたいな感じになるのかな。もう一つ一つ反応しちゃいますね。僕魅力的すぎてね。皆さんもきっとそうなんじゃないかなっていう風に思うんですけど。虹が綺麗だよ、いやお前の方が。アカペラじゃないですか。最高の最後の締めですね。いや、聞きどころ満載ですね。やばい。照れ始める君に。ちょっとごめんなさい。止めちゃいましたけど。なんか、うっすらですけど、リットしてますね。リットって徐々にテンポを遅くしていく表現方法なんですけど、そういうこと？ありがとう、ありがとう。いい最後のこの儚く消え去っていくような歌声がですね、ものすごく染みますね。いやー、ものすごかったですね。以上、嵐二宮和也虹歌声分析はここで終了です。さあ今回のですね、歌声分析動画は嵐グループではなく二宮くんのソロの歌声、こちらに注目して歌声分析動画を公開してみました。ほんとたまたまなんですけど SNS を見ていたらですね、おすすめで二宮くんの虹のですね、嵐ファンの方が作った動画が流れてきまして、ちらっと聞いてみたらですね、ものすごく素晴らしかったので、もう思わずね、勢いで撮影しちゃいました。でやっぱりね、歌声分析をしてみて気づいたことがものすごくいっぱいあって、二宮くんの歌声はね、もちろん素晴らしいんですけれども、それと同じぐらい、あるいはそれ以上にですね、表現力がもう本当に神がかっていて、もう神々しいとはこのことかなっていうふうに思いました。やっぱりね、最高ですよね。でもし今回の動画がですね、たくさんの方に喜んでいただけるようならば、嵐のグループの楽曲もそうなんですけれども、メンバー一人一人のですね、デビューから現在までの歌声の進化の過程の歌声分析動画、そういうのも公開してみたいなというふうに思っております。もしそういった動画もですね、見てみたい方、ぜひコメントで歌声進化動画見てみたいっていうふうにコメント投稿していただけたらなというふうに思います。これからも嵐全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。
動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーのつるさんでした。